ラクス様のためにクライン派が完成させた高機動型重モビルスーツ ZGMFWX09T ドムトルーパー。このドムトルーパーはラクスクラインを信奉するクライン派で組織されたターミナルがザフト軍から本機の設計図を盗み出し、秘匿交渉ファクトリーで極秘裏に開発生産が行われた。後にコズミックイラ73の戦乱に3機が実戦に投入され、ザフト軍としてではなく独立戦艦アークエンジェルとともにステーション1攻防戦やメサイア攻防戦を戦い抜いている。まずはドムトルーパーの機体解説を行い、2機目はザフトの磁気主力モビルスーツコンペティションで提示されたドムトルーパーオリジナル仕様の解説を行います。後半はガンダムエボリューションに参戦しているドムトルーパーのプレイ動画集を配信します。ぜひぜひ最後までご視聴ください。ホバー推進機能により優れた機動性を持つ重モビルスーツ ZGMFWX09T ドムトルーパー。ザフトは第一次連合プラント大戦終結後もニューミラニアムシリーズやセカンドステージシリーズといったゲーツに代わる新型の主力モビルスーツ開発計画を推し進めていた。ザクウォーリアやザクファントム、グフイグナイテッドなどが正式採用されていく中、特殊な機構を持つドムトルーパーは操作性が非常にピーキーとなっており、ジンやゲーツに慣れ親しんだテストパイロットたちから不満が続出してしまう。さらにユニウス条約が締結したことでミラージュコロイド技術を応用した構成フィールドを搭載したドムトルーパーは前述の理由も合わさり、磁気主力モビルスーツコンペティションから脱落、量産化は見送られ、開発計画自体が凍結されてしまう。これに目をつけたターミナルはその技術データを盗み出し、来るべき戦いに備えてファクトリーで極秘裏に建造を開始することになる。コンペティションで脱落してしまった理由は前述の通りドムトルーパーの存在価値が低下してしまったことが最大の要因ではあるが、この一連の流れはコンペティションの脱落自体がターミナル関係者の裏工作によるものだとする噂もささやかれている。また型式番号末尾の T はサードステージシリーズでの復活を望んだ開発陣の願いが込められて付けられたとする説や、ホバリング推進システム、特殊兵器スクリーミングニンバスなどを搭載したドムトルーパーの機体構造が既存のモビルスーツ群とは大きく異なることからサードステージシリーズにカテゴライズされているという説があるなど、その出自の特異性から様々な憶測が尽きない機体でもある。ドムトルーパーの特殊装備群。ドムトルーパーの系譜の始まりはザクウォーリアのベースとなった機体 ZGMFX999A ザク量産試作型まで遡る。そのためザクと同じウィザードシステムと呼ばれるバックパック乾燥機構に対応した設計になっており、ザクに採用されたウィザードはほぼ全て乾燥可能な仕様になっている。この中でもファクトリーがドムトルーパーに用意したウィザードはイージーウィザードと呼ばれる2機のスラスターと強化型ビームサーベルのみで構成される簡易型のバックパックであった。これは本来ドムトルーパー用に開発された正規品ナイトウィザードの生産がファクトリーでは不可能だったため、簡易型のものが開発されたという経緯を持っているが、スラスターユニットに特化させたことが逆に功を奏し、重モビルスーツでありながらかなりの高機動性を獲得。さらに地上での運用を想定して開発された脚部と腰部の大型スラスター群はホバリング推進システムとして機能し、平行移動やスムーズな旋回を可能にするほか、イージーウィザードの推力も合わせた機動性は宇宙空間でもかなりの高推力を付与するに至っている。武装は実体弾とビーム砲発射口を一体化させた JP536X ギガランチャー DR1 マルチプレックスをメインウェポンに旧式のものを改良し、出力を向上させた強化型ビームサーベル、両肩部には近接防御バルカン砲 MMIGAU25A20mm シュース、腕部には光学防御兵器 MX2351 ソリドゥスフルゴールビームシールド発生装置を装備。中遠距離ではバズーカとビーム砲、近距離では強化型ビームサーベル、防御面ではビームシールドという隙のない武装群で構成されている。高エネルギー粒子射出装置スクリーミングニンバス。この装備はドムトルーパーの左胸部に搭載された高性防御フィールド発生装置であり、ミラージュコロイド技術を応用することでビームと同じ性質を持つ粒子を機体前面に展開し、
敵にダメージを与える構成フィールドと外部からのビーム砲を遮断する防御フィールドを膜状に形成するという攻防一体の特殊兵装である。スクリーミングニンバス展開状態で敵陣に突撃することで進路上に存在する目標を溶解、多大な損害を与えることが可能となる。この装備を用いた3機の連携フォーメーションをジェットストリームアタックと呼び、かつてのトリプルドムを彷彿とさせる連携技を繰り出すことができる。まずは3機が一直線に並び、先頭の機体がスクリーミングニンバスを展開、後続の2機はエネルギーフィールドの障壁で身を守りつつ、マルチプレックスや強化型ビームサーベルで攻撃を繰り出すという三位一体の戦術となる。広範囲に構成フィールドを展開した状態は、文字通り機体自体がエネルギーの塊と化すため、この状態で突撃されたら敵側からしたらひとたまりもない。ドムトルーパーのパイロット。ドムトルーパーには旧クライン派のパイロットであり、第2次ヤキンドゥエ攻防戦を戦い抜いたパイロットヒルダ・ハーケン、マーズ・シメオン、ヘルベルト・フォン・ラインハルトが務めた。非常にピーキーな機体でもあるドムトルーパーを乗りこなしたこの3人は、戦場におけるチームワークも抜群で、マーズが作戦を立て、ヘルベルトが具体的考察、ヒルダが現場の指揮を執るという役割のもと、三位一体攻撃を遂行する。ドムトルーパーの左肩と右脚部にはそれぞれナンバリングが施されており、003がヒルダ、004がヘルベルト、009がマーズと識別されている。余談ではあるが、ヒルダ・ハーケンのモデルは機動戦士ガンダムに登場するマチルダージャンであり、マチルダさんに眼帯をつけたらこんな感じという制作秘話がある。なおヒルダは目に傷があるわけではなく、眼帯はただの飾りでしかない。ドムトルーパーオリジナル仕様。この機体はザフトの次期主力モビルスーツコンペティション用に提示されたドムトルーパーであり、ターミナルが改修を施す前のいわゆる前述のドムトルーパーの原型機にあたる機体がこのオリジナル仕様である。大出力スラスターと近接格闘専用兵装ドリルランス MASX6284 ディオによって構成されるナイトウィザードを装備しており、機体のカラーリングは異なるもののスクリーミングニンバスも搭載している。このドリルランスは超光合金製のドリル弾頭を標的に撃ち込むと、弾頭基部が高速回転し標的内部に侵入。その後切り離された弾頭が標的内部で炸裂し敵機を破壊するという仕組みになっている。防御面ではビームシールドではなく対ビームコーティング処理が施された実体型シールドを装備。全部で2機が試作され、ザフトの開発セクションに保管されている。機体解析やソフトウェアの分析を行い再構築する計画もあったと言われているが、現在のところ実行に移されたという記録は残っていない。ここからはそんなドムトルーパーによるガンエボプレイ動画集をご覧ください。作戦開始だ。作戦開始します。弾切れだ。リロードする。
しだ。オッケー、飛ばしていくわよ。展開してください。戦闘開始します。すまない。敵に位置を捕捉されたようだ。敵飛行タイプを撃破した。兵器を撃墜した。敵の飛行型を撃破した。すまない。敵に位置を捕捉されたようだ。こういうものもある。これ以上戻るか。無事ですか。今にはキリンだと切ってきたか。戦機の存在を確認しました。今には今には使用可能だ。撃墜スコアの更新を確認しました。素晴らしいな。アニメだ。敵がいるわ。すまない。敵に位置を捕捉されたようだ。戦機を発見しました。味方機ロストです。かすったか。そして制圧されています。エリアの支配を敵と争っています。エリアの支配本作戦終了まで1分を切りました。敵勢力増大。目標 B の防衛に移る。承知した。味方機撃破されました。これはどうだ。
開始だ。作戦開始します。すまない。敵に位置を捕捉されたようだ。危険なようなら下がってください。慎重に行かればな。死を救われぬように。いいぞ。我が子の勝利です。良い戦いができたな。待機せ